我々の前に姿を現しました。金田教授殺害の重要参考人高山隆二氏がですね、今、警察に囲まれ連行されます。高野舞、慶明学院大2年。君にとっては血のつながらない妹だ。早くに両親を亡くした君たちは誰からの助けも得られず二人きりで生きてきた。君は高野舞にとって親代わりだった。その舞の心を金田先生が傷つけた。だから奴を殺した。復讐か憎しみか、呪いのせいだなんて話俺は信じるぞ。大切な人間のためだったら人は何だってする。それが人間ってもんだ。高山、話してみろ。俺だって父親だ。俺なら多分分かってやれる。何とか言ってるのか。調子を取りたまえ。すいません、今日一日休み取らせてください。子供の具合がちょっと悪いもんで。はい。はい。おお、どうした？寝てなきゃダメだろ。平気だよ。保育園行く。陽一、本当に大丈夫か？何かあったら先生に言うんだぞ。うん。いってらっしゃい。おはよう。おはようございます。おはようございます。これは念写です。念写だと分かれば生き延びる方法は見つかったも同然です。次にすることはビデオに映像を念写する。もしそれだけの力を持った人間がいるとすれば、それを隠して生きていけるはずがない。きっと記録に名を残してるはずだ。そう信じることだけが俺に残されたたった一つの可能性だった。中央新聞社の方ですか。昔何回か取材を受けましたよ。また何かオカルトものの企画でもやろうっていうわけですか。ええ、ちょっとした特集を。どんな特集ですか。ビデオテープに何らかの映像を念写するようなことっていうのは可能なんでしょうか。電波を発するみたいな。もろんできますよ。脳の中を駆け巡っているのは電気パルスですからな。おやりになったことは？何度もあります。ただね、どこでどうやったか明かすわけにはいかないな。いろいろとね、差し障りがあるもんでね。
差し障りと言いますと？しとして軍事的に悪用される場合があるということです。今ここで見せていただくわけにはいかないでしょうか？早速実験というわけですが。はい。しかし今すぐは困る。連射にはね、多大なエネルギーを消費します。ビデオの場合は特にね。どうでしょうな。1週間後にここ出てみる。もう少し早くできないですか？そう、わがままを言われても困る。そうだ。フィルムへの連射なら今この場でやってご覧に入れますよ。あなたの方で封を切っていないポラロイドフィルムを用意していただければ。ポラロイド？何か文字を連写してみましょう。そうだ。浅川さんの「あ」いかがですか？聞いたよ。担当の刑事の一人がおかしくなったらしいな。そんなこと言いに来たんですか？過去に念写をしたと言われる超能力者の資料だ。ビデオに念写できる男を一人見つけたよ。試しにポラロイドフィルムに念写してもらった。フィルムは俺が用意した。念写した文字はその場で決めたもんだよ。浅川さんの「あ」ですね。何がおかしい？連射を行った時、彼は厚手のセーターを着ていませんでしたか？部屋の床には毛足の長い絨毯。なぜわかった？これは連射ではありません。静電気を使ったんです。ドアノブを掴もうとして指先からパチンと火花が散ったことがあるでしょう。人間の体は静電気をためることができる。厚手のセーターは静電気を発生させやすい。絨毯の上ならば発生した静電気はどんどん体に溜まっていく。その時の電圧は10万から20万ボルト。その指先でフィルムを上からなぞれば簡単にフィルムは感光します。がっかりすることはありません。この中に一人だけ超能力者はいます。なぜわかる？手品を考えてみてください。偽物は思わせぶりな話術や前振りで必死に本物に見せかけようとしている。だが本物ならば本物らしく見せる仕掛けは必要ない。だから本物は時として一番本物らしくない。誰だ？答えろ。それではゲームとして面白くない。何？教える代わりに一つ条件がある。私をここから出してほしい。そんなことできるわけないだろ。嫌なら別に構わない。時が来れば私は釈放される。警察は今大使館に手を回してゴブレルという毒素を手に入れようとしています。だが残念ながらその毒素では今回の犯行は不可能だ。人は殺せても痕跡が残ってしまう。警察がその事実に気づくまであと数日かかるでしょう。その前に私は早くこの楽しいゲームに戻りたい。そしてあなたもそれを望んでいるはずだ。だがどうやってあんたを釈放するんだ？柏田というのが私を担当する刑事の名前です。彼は家族に何か問題を抱えている。あなたは新聞記者だ。俺に汚い真似しろってのか？ふざけるな。あなたに他に選択肢があるんですか？
話をしたのは誰だ？はい、川村です。浅川だけど覚えてるかな？はい、もちろんです。吉野から君のことはよく聞いてるよ。優秀で熱意のある後輩がいるって。ありがとうございます。警察の記者クラブに知り合いないか？ちょっと調べてほしいことがあるんだ。よしちょっといいか。はい。どうも変な噂が流れてるんだ。今回の学長選に絡んで臨床系の檜山教授が巻き返し工作をしているらしい。スキャンダルをでっち上げてうちの研究室に致命的なダメージを与えようと企んでるという話なんだ。まさか。私も信じたくはない。ただ学長選が終わるまで君にも十分注意してもらいたいと思ってね。私は当事者だからしょうがないとしても君までくだらないことに巻き込みたくはないからね。はい。それから例の八ヶ岳の管理人の件だがなんとか手を回しといた。遺体は今晩こちらへ届くそうだ。そうですか。陽性解剖を担当した甲府医大の教授ひどく怒ってた。俺の検視に問題があんのかってね。ご面倒かけてすいません。遺体が届き次第すぐにでも病理解剖にかかりたいと思います。実は今回のマウスの事件と何か関係があるんじゃないかと思いまして。どういうこと？いや、人間とマウスとの違いはあります。でも死因はどちらも心臓麻痺。それに管理人だけじゃなく不審な死に方をした若者が何人かいるらしいんです。知り合いの新聞記者が相談に来ました。まさか君はまだウイルスを疑ってんのかね？完全には否定できないと思います。しかしマウスの血液からウイルスは見つからなかった。新種のウイルスなら見つからなくても不思議ではありません。他の生物の細胞の DNA の中に入り込みその細胞を乗っ取るのがウイルスのやり方です。細胞に隠れている限り未知のウイルスを検出することは不可能です。いやそれはそうだな。人間にしてもマウスにしても同時に心臓麻痺を起こすなんてのは考えられません。でも事実目の前で起きたんです。もし新種のウイルスの仕業だとすると大変なことになるな。ええ。柏田って刑事、あまり汚い噂は出てきません。ただそれ3年前の事件です。当時高校生の息子が覚醒剤所持で捕まったんですよ。この刑事さん捕まえたのが後輩だったんで頭下げて事件もみ消してもらったんです。まあ家族思いが高じてついってとこらしいですけど、浅川さんこの刑事のこと告発でもしようって言うんですか？安心しろ、悪いようにはつかないから。これ実を言うと調べるの結構苦労したんですよ。吉野さんに僕のことよろしく伝えておいてくださいね。分かった、ありがとう。家族思いが高じてついってとこらしいですけど、お父さんずっと一緒にいる。元気になったらどっか行こうか。よしイエーイ。よし、帰るぞ。おい、リュックに詰めろ。どうしたの？元気になったご褒美だ。ご褒美？お前おばあちゃんとか行きたいって言ったろ。お父さんもな、せっかく一日休みといたしな。
これから行くの？おう、お前ももう体の方は大丈夫だろう。いや、じゃあ向こう行ったらすぐ遊び行くぞ。そいそげ。浅川和之、ご存知ですよね。彼が今どこにいるか知っていますか？会社は朝から休みを取っているし、たった一人の息子を保育園から連れ出しているんです。どうして私にそれを？彼に一体何をしたんですか？浅川さんは一本のビデオテープのことでひどく悩んでいます。まるであのテープは何なんですか？あなたなら知ってるんでしょう。そんなに気になるんだったらご自分でご覧になったらいかがですか？私が口で説明しても多分信じてもらえないでしょう。見ればとても楽しいゲームにあなたも参加することができる。いかがですか？ご一緒に。おじいちゃん、おばあちゃん、こんにちは。はい。おばあちゃん、こんにちは。ようちゃん、大きくなったね。どうしたんだい、突然。うん、急に休みが取れたんだ。しばらくこっちいるよ。さあ、ようちゃん、よかったね。父さんは？仕事は。おじいちゃん、おじいちゃんとこ行こおじいちゃん行くか。おじいちゃん。おおよう来たな。う。しばらくです。うん、どう体の具合は？まあな。うん、よう来たなこら。当たり前だ。パパ。大きいの、お、2本も一緒か。転ばないで取ってごらん、転ばないで。あれね、あれんだよ。美味しいよ。体にいいんだぞ。第一。はい、お前おじいちゃんとおばあちゃんのこと好きだって言ってたよな。おじいちゃんとおばあちゃんと一緒にずっとこっちで暮らしてもいいよな。パパは？パパも一緒だよね。パパ。もちろん一緒だ。ずーっとお前と一緒だ。電話だ。いいよ、ほっとけ。起きてる。もしもし。はい。こんにちは。パパ、おばちゃんから。よし。
吉野かどうした？先輩こそどうしたんですか？急に休みなんか取って。田舎だ田舎。陽一にいい空気させてやろうと思ってな。いいぞこっちは。さっき高山隆二に会いました。何？やっぱりあのビデオテープに問題があったんですね。お前高山と何話した？テープを見ろって言われました。バカ言うな。最高に楽しいゲームに参加できるって。いいかよく聞け。高山の言うことはな、全部デタラメだ。デタラメかどうかは自分で確かめます。私今からそのテープ見るところです。ちょっと待って、なんでお前そのテープ持ってんだ？朝から探しました。今やっと見つけました。お前どうやって俺ん家入ったんだ？そこら中引っかけましたってことか？おい吉野！ビデオテープ先輩の家にあるんですね。お前今から先輩の家に行って探します。やめろ！あのテープはな、見たら死ぬんだよ。本当なんだよ。おい吉野！おい陽一、行くぞ。母さん！あ、母さん。陽一のこと頼む。どうしたの？ちょっと出てくる。陽一、すぐ帰ってくるから、おばあちゃんに遊んでもらってください。僕も行け。ダメだ、降りなさい。やだ。言うこと聞かなきゃなんだっけ？やだ。やめろ！あのテープはな、見たら死ぬんだよ。本当なんだよ。いいか、すぐに戻ってくるからな。ここにじっとしてろ。吉野！吉野！
思えば松崎直のビデオじゃないですか。どうして見た？それ見たら死ぬって言ったろ。死ぬって何言ってるんですか。智子ちゃんたち4人な、八ヶ岳の別荘でそのビデオ見てからちょうど13日後に死んだんだよ。それを見たっていう別荘の管理人も死んだ。俺もそれ見た。でもまさかビデオ見ただけで死ぬなんて先輩本気で信じてるんですか？じゃあなんで5人は死んだんだよ。やめろ。見せてください。そんな話簡単に信じろって言うんですか？できるわけないじゃないですか。陽一、陽一、今のビデオ見なかったよな。見なかったな、陽一。歌のお姉さん怖い。まさか本当に？見終わったら電話がかかってきた。向こう何も言わない無言電話だ。もしもし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 。もういい。教える代わりに一つ条件がある。私をここから出してほしい。はい、柏田です。中央新聞のものです。え3年前、足立区で5人の高校生が覚醒剤所持で捕まった事件について調べてます。覚えてらっしゃいますよね。あなたがもみ消した事件。今度うちでこのことについて詳しく取り上げようかと思ってるんですよ。警察、恐るべき不正の実態ってな感じでいかがです？何が望みだ？ただいま金田教授殺害の容疑で事情聴取されていた高山隆二さんが釈放されました。
やつれた様子もなく、今警察の玄関から車に乗り込もうとしているところです。高山さん、高山さん、コメントお願いします。高山さん、ちょっと高山さん、高山さん、コメント、ちょっと高山さん、コメントお願いしますよ。コメント。警視庁としては決して立件を諦めたわけではないとのことですが、呪いという超常現象を否定するだけの証拠が見つからなかったことは事実で、今後の捜査の行方が注目されます。なんで喋った？なんで吉野にテープのこと喋った？吉野な、テープ見たよ。俺の息子もな。俺からかってるだけじゃ不満か？あの頃に何の罪があんだよ。俺の気持ちが分かるか？分かんないよな。誰も愛したことのないお前に大切なものを失う人間の気持ちなんか分かんないよな。話はそれだけですか？なんだと？資料を見せてください。そのために私はそこから出したんでしょう。約束は守りますよ。たった一人の超能力者の名前を教えます。どうしました？息子さんたちを助けたくないんですか？彼女です。山村静子。彼女は50年前マスコミで話題となりました。それから姿をぷっつり消してしまった。まずその人を探し出すことです。必ず何か知っているはずだ。彼女生きてんのか？さあ。からかうのもいい加減にしろ！どんなゲームにも一つだけ確かなルールがあるって知ってますか？負けると思った人間は必ず負ける。今のあなただ。どこ行ってたんですか？何してんだ？先輩の机で変なディスク見つけたんで。勝手な真似すんな。先輩こそこんな大事なものどうして黙ってたんですか？私死ぬ気なんてありませんから。この山どっかで見たことあるんだけどな。こっち来てくれ。見てもらいたいもんがある。うちの資料室で借りてきたもんだ。3月22日、都内某所で
超能力連射実験が行われました。超能力の存在を主張する帝都大学生間慶八郎教授は、多くの記者や科学者が見守る中で、伊豆大島出身の超能力者山村静子による連射実験を行ったのです。厳重に封をされたフィルムに指定された映像を見事に映し出そうというものです。連射が行われたフィルムは会場に待機する写真技師によって速やかに現像されます。しかし何度やっても山村静子の連写したフィルムには何も映らず、場内は大きな失望で騒然とした雰囲気に包まれました。あのビデオはこの女性が連射したものだって言うんですか？高山隆二はその可能性があると言ってる。高山隆二って一体どうしちゃったんですか先輩。あんなやつの言うこといつから信じるようになったんですか？第一、この50年前の実験だって失敗してるじゃないですか。これが偽物だったら失敗すると思うか？本当に偽物だったら最初からトリック用意しといて、こんな惨めな失敗するはずないだろう。それはそうですけど。この後の生間教授の話によると、山村静子は多くの報道陣に囲まれてその悪意を感じ取ったそうだ。誰もが失敗しろと念じてる。失敗してマスコミの格好の餌食になる瞬間を待ち望んでる。そう思ったら彼女は何もできなくなってしまったそうだ。山村静子は失意のうちにキュウリに戻った。もし彼女が生きてるとすれば今大島にいるはずだ。まさか行くんですか大島？いや、今晩のフェリーに乗れば朝には着く。先輩らしくないですよ。連射だなんてそんな話、もっとちゃんと説明のつく理由があるはずです。俺だってそう思ったよ。そう思ってこの3日間合理的な説明を探して駆けずり回ってきた。そしてたどり着いた説明がこれだ。来るか大島。すみません。連射にかけて大切な一日を潰すなんて私にはできません。別の理由を探します。宮下さん、はい、甲府医大から遺体が到着しました。すぐにかかるわ。解剖室に運んで。おーい。これでつるよ、ほらやってくれ。プーってそうそうそう。はい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 。もしもし。あ、和之。陽一のことよろしく頼むね。お前も大変だね、急に出張だなんて。体気をつけなさいよ。ちょっと陽一と代わって。パパよ。パパ。おばあちゃんの言うこと聞いていい子にしてんだぞ。いつ帰ってくるの？できるだけ早く帰ってくる。パパ、約束だよ。うん、約束だ。円満だ。うん、鍵盤だ。うん、じゃあな。おやすみ。ここだよ、山島。そうだ。ただいまから病理解剖を始めます。この遺体は一度甲府医大で検視解剖が行われています。死因は心臓麻痺、不審な点は発見されませんでした。ただし何が心臓麻痺を引き起こしたかについては未だ疑問点があります。どんな小さなことでも何か気がついたことがあったら言ってください。
はい、では始めます。吉野。私やっぱり大島に行くことにしました。私小学校の時修学旅行が大島だったんです。すごく楽しみにしてたのに出発の前日突然風邪ひいちゃって行けなくなって、それを思い出したんです。お前な。それに手がかりは大島にあるかもしれませんよ。なんか分かったのか。なんだ。大島に着いたら言います。今言え。嫌です。もしかして大外れだったらこのおっちょこちょいがあってまた怒鳴られる。怒鳴るわけないだろ。怒鳴りますよ。怒鳴らない。ほらどうだった。お前怖くないのか。13日後に死ぬかもしれないんだぞ。バカですね先輩。怖くないわけないじゃないですか。でも私ビデオ見たこと後悔してません。だって私が見なかったら私が知らないところで先輩が苦しんで、私が知らないところでいつの間にかいなくなっちゃってたかもしれないわけでしょ。それを思えば今の方がずっとマシです。ずっと。変だわこれ。セシ。うん。